お塩を一つまみ入れます。茎の方から茎の方茎って曲がるやろ。押さえんでめってそのままで、根っこの方をその方を持ってひっくり返す。カクンと、その中でひっくり返す。好みの柔らかさ、硬い方が好きなんだろうけど、そのまま揚げて、それを今度は水の中にさっと通す。普通に絞ったらそう包丁目を入れる。はい、4、5センチぐらい。食べやすいような大きさに小さくてもいいよ。混ざるようにキッチンペーパーに包んで水気をしっかり取ってますが、大さじ 2杯ほどすりごまを入れて、大さじ1杯ですけど、これまず半分入れて、お味噌を、これを半分ぐらい、大さじ1杯準備しましたけど、大さじ1杯。減塩醤油大さじ1杯。中性脂肪とか血圧を下げるとか、今日はうちで育てたほうれん草がもうしっかり食べられるような状態になって、冬場になって甘みも増してきましたので、今日はこのほうれん草を使って白和えを作ろうと思います。で、お鍋に、湯をたっぷり沸かしてます。でその中に、お塩を一つまみ入れます。一つまみ。これはそのほうれん草の色づきを良くするために、一つまみ入れて、そして、その中にほうれん草を入れますが、軸のところがあまり太いような分はもう最初にカットしますけど、これもあまり太くないのでそのまま入れます。で、下の茎の方から根っこの方を先に入れて、これどのタイミングでっていうのあるの？しなっとなったら。もういいよ。もういいの？よかろうよ。茎って曲がるやろ。曲がるためにやるの？そうじゃないや。いや、先にそこに火を通すために硬いところを入れて葉っぱを入れんと、葉っぱばっかりが柔らかくなって茎が硬いままになるよね。でそれで沸騰するまでそのまま置いて、沸騰するまで待つ。沸騰するまで火加減はいい、そのままで。そのままでいいから、ちょっと沸騰するっていうか、熱が上がるまで待って、押さえんでめってそのままで、触らんでもごめんなさい。ふつふつと上がってきたやろ。もうちょっとふつふつとなるぐらい。確かに色が鮮やかな緑になるね。また触らんとそのまま置きなさいって、熱が冷めるから。料理は慌てたらいけんの。慌てるけど。すげえ怒られるけど。私も慌てるけど。でちょっとね、ふつふつと上がってきたやろ。そのタイミングで根っこの方をその方を持ってひっくり返す。カクンと、その中でひっくり返す。そしてもう一回まんべんなくこう広げて、あんまり触るなっていうの触りたい。これでそしてそれでもう一回ふつふつと上がってくるのを待ってあげる。もう上がっとるけど、もうちょっと、もうちょい、これでかろうか。だからもうちょっと沸騰させた方がアクがよく出るけど、
まあ好みの柔らかさ、まあ硬い方が好きなんだろうけど、そのまま揚げて、はい、それを今度は水の中にさっと通す。はい、で粗熱を取って、はい、こっち持ってきて、で絞れ。これを絞ります。まあ普通に絞ったらいいんだろう。結構絞る。まあある程度、絞って、はいいいです。はい、水をして、で茎のところをちょっと味が染み込みやすいように半分に切ります。もう完全に半分に切るわけ。いや、包丁目を入れる。こんな感じ？こんな感じ？そうそう、包丁目を入れる。これでいいの？はい、もう全部入れて、包丁目を入れて食べやすいように、また味が染みやすいように、入りやすいように。もうちょっと上からでもバスッといってもいい。こんぐらいのこと？そうね、バスッといって、はい、それも切って、はい、ね、で根っこを揃えて、はい、それで4、5センチに立った4、5センチ。4、5センチぐらいに食べやすいような大きさに、小さくてもええんよ、混ざるように。3センチでも2センチでも自分が食べやすい大きさに。はい。で、それをしたらちょっとそれは置いておきます。置いといて。はい、置いといて。で、豆腐？お豆腐は半丁を使いますけども、まあキッチンペーパーに包んで水気をしっかり取ってます。これ3時間ぐらい水抜いとんじゃない？3時間ぐらい水抜きしました。まあこれは置いといて、ですり鉢の方に、まあこれはもう今日すってあるごまを使いますが、大さじ2杯ほどすりごまを入れて、でその中にお砂糖大さじ1杯ですけど、まあこれまず半分入れて、で、お味噌を、まあ、これを半分ぐらい、大さじ1杯準備しましたけど、これを半分ほど入れて、はい、それで、すりこぎですります。すりこぎ、はい、これね。で、よくすって。あと味噌が思いっきりつくけど。でちょっとこの上で。で、混ぜにくい時は本みりんをちょっと入れます。はい、小さじ1杯ぐらい本みりんを使いました。で、よく混ぜて、でその中に、お豆腐を入れます。豆腐を入れろ。豆腐を入れて、ちぎりながら入れて。ちぎりながら入れる。そうそう、ちぎりながら豆腐を入れて、ちょっと水気がしっかり抜けてしまう。まあ水気が少なければみりんに入れりゃいいんじゃない？ちょっとね。はい。でそれで、よく混ぜる。よくすります。よくする。滑らかになるように。ペースト状になるぐらいまでやるってこと？そうそう、ぐり。そうそう。よく水取れとるね。なんで片豆腐みたいなのがあるよね。水気を抜くのがめんどくさかったら、厚揚げを買ってきて、厚揚げの中身を使えば同じような状態になるようです。まだまだぐり。厚揚げの皮は入れない。まあ入れて食べてもいいですよ。切ってね。切って入れてもいいですけど、その収録前に
厚揚げ使ったら白くねえから白あえじゃねえんじゃねえかっていう話をしてて。そんなこと厚揚げも使えばいいし、厚揚げも何を入れても別にどうかな、白菜でやってもいいし、それこそ人参とか茹でた人参使う、だしで茹でて、ちょっと味を染み込ました人参使ってもいいし、まだちょっとそこで味を見て甘み。俺はこんぐらいでも好みやけどな。大さじ1杯入れて具合か。いや、まだまだよく混ぜる。味がどんな？まあ甘い。甘い？大きいの使うの？お味噌汁、お味噌やない。お味噌をもうちょっと入れるか。あんまり。その味の調整をするために半分ずつ入れてた。そうや。いっぺんに入れるよりは、ちょっとずつ入れた方が味の調整はしやすいです。はい、ちょっと貸して。最初大きいのにしようかなと思ったけど、私の手からすれば小さいけど、息子の手はでかいです。でかいです。こんなにでかくはないと思う。持っとるから両手でゴシゴシ。そう滑らかになるのやって。滑らかなるのこれ？硬いからね。みりんと醤油で使うともう少し滑らかになるけど、今日はお味噌でやりたかった。どんなですか？味は？醤油？まあ白あえ。ちょっと醤油とかの香味があってもいいのかもしれんけど。入れる？ちょっと使う。醤油を少々。だし醤油？だし醤油やな。減塩醤油を小さじ1杯ぐらい。自分の味の好みに調整していいと思います。ちょっと滑らかさが出るかな。普段は豆腐と醤油とお砂糖とみりんをしたりするけど、今日は味噌にしたかったのです。味噌にはい、そこで、いい？うん味はいいかな？ちょっと食べてみた。いいね。うん。はい。で、ここで、さっき切った、それを入れます。全部入れちゃうの？全部入れる。全部入れる。水気がないようにしたかったの。お豆腐をなんとかしたかったのよね。あ、今自分で自家製の豆腐作ろうとしてるから。そう、豆腐をいろんな料理に使ってみたくなって。大豆製品を食うと肝臓の脂肪が分解されるとかなんとか。中性脂肪を溶かすとか、血圧を下げるとか、まあいろいろで、やはり昔ながらの料理がいいのかなと思いました。感想なんだ。こっちは完成です。